こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。まずちょっとお知らせで、セカンドチャンネルを立ち上げました。ビジネスチャンネル、あきこスピリあちあきこビジネスチャンネルかっていうのを立ち上げました。もう3000人か4000人ぐらい登録していただいてありがとうございます。私自身が今思ってるのは、家でインターネットを使って仕事をするっていうことがもうこれからどんどん私たちやってった方がいいと思う、前から思ってたし、あと今特にコロナとかこれから、今日お話しすることはちょっと災害の話とかしようかなと思ってるんだけど、なんかいろいろ起きてくると思うんですよね、今年来年あたりは。でその時に家で仕事をインターネットで家っていうかインターネットを使って仕事ができるっていう形が分かってれば結構安心してられると思うし、あとは一人一人が自分で仕事をするっていう時に入ったと思うんですよ。もうずいぶん前から入ってると思うんだけど、その仕事の仕方を切り替えるっていう時に来てると思うから、そのあたりを出していきたいと思います。ちょっとチャレンジですね、私にとって。いきなり降りてきていきなり始まっちゃったチャンネルなのでどうなるか分かんないんだけど、今までの私の経験をお話ししたいと思っています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。で、今日は、災害のね話をしたいと思っています。私、昨日ですね、昨日一昨日ってすごい大きい台風が来てて、サイクロンが来てて、21年ぶりのサイクロンだったんですね。でそれが、直撃はしなかったんだけど通ったんですよ、近くを。でそれがもうほんとすごくて、死ぬんじゃないかと思ったぐらい、もうなんていうのかな、雨が本当にすごくて、風ですね。風で家が倒れんじゃないかなって思う、木とかも倒れたりしてたからあれなんですけど、本当に大きい災害が来て、で、今これ方とかで何百万人っていう人たちがもうね事前に避難して大丈夫だったんですけど、その21年前は何十万人って亡くなってるものなんですよね。で私が住んでるところの、東インドベンガル湾のところの近くなんだっけ、ベンガル湾かっていうところはサイクロンが世界中の中ですごい巨大って言われてるサイクロンが30何個あって、そのうちの20何個はもうこのベンガル湾で起きるみたいで、だから結構なんていうの、サイクロンの巨大なのが起きるってことなんですね。でそれが起きてなんていうんだろう、起きる場所なんですよ。だから日本とかと変わらず、なんていうのかな、地震が起きたりするじゃん、日本とかは。地震に、の対策とかすると思うんだけど、私のところは結構サイクロンがやばいところみたいなそういうところなんですね。それでそういう時にやっぱり起こるものは起こるんですよ、災害とかって。地震だってそうだし、いつ起こるか分かんないんだけど、波動を整えるっていうのがやっぱすごい大事なんですよね。大事というか、これで命が免れるっていうことになってくると思うから、波動を整えるっていうことの大事さをお伝えしたいと思っています。波動を整えるっていうのは自分の気持ちをなんていうのかな、安心ですね。安心、ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる。で、その災害が起きる時に何かするとかっていうよりも、日常いつもこの波動を整えてるっていうことがすごい大事っていう話いつもしてるじゃない。で安心だな、一番安心の波動にいつもいるようにするっていう風にしてるといいんですよ。それが宇宙の流れに乗るんですよね。宇宙の流れっていうのは、全部いい方向になっちゃうんですね。でこれが止まってないんですよ、宇宙の流れって。ずっとこうやって動いてて、で安心してるとピタッて乗ってビューって自分がこれに乗って進み出すって感じだね。だけどなんかしなくちゃとか不安だと思ってると、こうやって流れてるものの逆走なんですよね。うーって自分はこっちに行こうとするから、この流れも止めちゃうみたいな感じで、みたいな感じで流れてはいるんだけど、自分は反対方向行こうとするから。でしかもこっちに何にもないんですよね。だったらさ、別にこの不安になったりとか忙しいとか、そういうなんていうのかな、
安心ほっとするリラックスとかからずれることをするっていうのは結局特にそっち側に何もないわけだから、だったらちょっとリラックスしてた方がいいっていうことなんですよね。逆走したければこっち行ってればいいんだけど、特にこういう災害みたいな時に不安な波動とか出るんですよ。もう絶対出るし、あとだから大丈夫かな、もうさその起きる前から大丈夫かなっていう気持ちがすごい出ると思うね。今はだからコロナのこともあって余計に不安な人が多いと思うから、多分今さなんていうのかな、私の場合結構先取りするんですよ。だから今災害が来たから、日本とかもう災害とか毎年起こるじゃん、いろんなことが。これからだって今5月でしょ。で台風が起きたりとか、雨季だよね、雨がいっぱい降るっていうこともあるかもしれないし、地震とかもあるかもしれないし、天変地異っていうのは世界中で起こると思うから、その時にやっぱり波動を整えてるとそれるっていうことなんですよ。何がそれるかっていうと、なんか事前に回避されるっていうことが、今回もあったんですよね。だからそのなんていうの、直撃しなかったっていうこともあるんだけど、だからこう台風が来てるとこのちょっと横にそれてたんですね、うちのこの辺のラインが。だからこう大丈夫だったっていうのもあるし、あとその停電、今もちょっと停電してるかな、ついてるかな、とにかくその停電が長引くっていう感じで分かって、それでもともと発電機とかあるんだけど、なんていうのかな、ガソリンでできる発電機を持った方がいいんじゃないかって旦那さんがインスピレーションを受けて、その台風のそのサイクロンの前に急いで買いに行ったんですよね。買って発電機置いといたから、すごい快適だったんですよ。だからサイクロンの最中もそうだし、サイクロンの後も結構みんな真っ暗だったんだけど、そこ発電機で自分たちはすごい快適で、あとその周りの人たちに発電機のその電気を分けることができたんですよね。結構だからそんな直前に、もともとそんな必要ないから、ガソリンのやつは、ガソリンの発電機は。だけどなんか旦那さんが買った方がいい気がするとか言って言い出して、いらないんじゃないかなと思ったけど、なんとなくその直感でね、私もなんか買った方がいいんじゃないかなと思って、で買って、そういうのでこうだからみんな大丈夫になっちゃったみたいな、快適、私たちも快適だし周りの人たちも快適だったっていう感じだったんですよね。これが結構なんかだから自分が波動を整えてるとこういうような感じで周りがインスピレーションを受けて快適な環境を作ってくれるみたいな感じだから、私が自分で動くっていうよりも自分は波動を整えてるだけなんですよ。安心してなるべく、サイクロンの最中は怖いなとか思ってたけど、風なんかもうこのまま子供たちが大丈夫かなと思って、なんとか子供たちを守んなければと思って、すんごい雨が入ってくんですよね。隙間からすっごい入ってきてびちょびちょになっちゃって、だからそこだけはちょっと思ってたんだけど、あとはだから波動整えていいイメージとかしてたんだけど、そうそうそうね、そういうことがやっぱりあったって感じなんですよね。やっぱりさ、何が起こるかやっぱ分かんないじゃないですか。この先だっていろんなことがさ、だから起こるっていうことだってあるわけだから、その時に自分自身が波動を整えてると結構だから自分と自分の周りの人たちを守るっていうことができるんですよ。なんでそれができるかっていうのは、だから宇宙の流れに乗ってるからですよね。自分がこう光のなんて言うんだろう、パワースポットみたいな感じになるから、免れるというか、自分だけさこう良ければいいってそうやって思ってるわけじゃなくて、起こる出来事に対してやっぱりこうなんていうのかな、そのままみたいな感じになるよりはさ、なんか自分がその事前にできることってほら、例えば食料を用意しておくとか、発電機買うとかさ、そういうことでももちろんいいと思うし、そういうことやった方がいいと思うんだけど、それ以外にだからこの波動を整えるっていうことが、命守ることにもなるってことなんですよね。すごいんですよ、宇宙の流れに乗ってるから。だからね、よかったらね、皆さんもこの波動を整えるっていうことを本当に大事にやっていただくといいと思うし、
これからもやっぱ超大事だと思う。だから最高の波動なんですよね。安心してればいいわけだから。なんか不安な波動とかが出てきたらその気持ちも認めてあげればいいし、あとは書き換えちゃう。ブロック解除で私はすぐ書き換えちゃうんですね。いいイメージの方に持っていっちゃうっていう感じなんだけど、やっぱりさ、そのスピリチュアルな技法っていうのはなんていうのかな、現実逃避のためにやってるんじゃなくて、周波数を変えるためにやってるだけだから、うまく利用していくといいと思うんですよね。現実逃避っていうか、現実逃避、そういうふうに思われてもいいけど、簡単にさ周波数って変えられるから、変えた方がいいじゃん。そのまんまなんていうの、知らなかったら、周波数なんて変えられるって知らなかったらわーってやってればいいけど、安心してればもう周波数が整ってきちゃうわけだし、不安な波動とかが出てきたらそれを書き換えちゃえば、もっと高次元の波動に自分がなっていけるわけだから、そういうことが分かってるんだったらさ、今のうちにやっとくといいと思うんですよね。そういう感じかな。はい、なんか本当に今回のね、私の経験は皆さんなんかがね、これから役立つんじゃないかと思うし、あとは今まで私は何回かあるんですよ、こういう災害みたいなとこが免れるっていう経験が。前回のだからこのサイクロンもあったんですよ。1年前にも1年前じゃないや、半年前にも大きいやつあって、すっごいもうなんかやばくなっちゃったんですよね、この周りのところが。でもその時は私日本に帰ってたりとかして、免れちゃったってやつね。あとは日本に帰ってる時もあれだ。やっぱ起こるな、いろいろ起こるな、同じ時期に起こるね。日本に帰ってる時もだから軽井沢で停電になっちゃったりとかねしたんだけど、やっぱ波動整えてたから快適になっちゃったみたいな感じなんですよ。停電とかはなったけどね。だからこのなんていうのかな、波動を整えることがすごい光になるんだと思うんですよね。結構パニックになる人とか多いから、でもそこでみんなで助け合ったりとか、みんなが心地いい自分が安心してることによって周りがすごく心地いい波動になってって、いい感じになっていくんですよ。ここが自分が不安な波動、他の人たちと同じように不安な波動を出してると起こる出来事としては、なんか雄たけびキャーとかね、すごい誰かが死んじゃったとかさ、誰かが大変だみたいなこととか、大変だみたいなことが起こるってことだね。大変だっていう感じにそういえば全然ならなくなったな。そうだからね、皆さんもよかったら波動を整えるってことをやっぱり本当に今とこれからのためにやっとくといいと思いますね。波動女子としてこれからも発信していきたいと思います。波動女子ライブで教えていただいた名前なんですけど、よろしくお願いします。あとはそのビジネスチャンネルなどで、だから家でお仕事をするっていうことを、これから発信していきます。もっともっと発信していくので、よかったら見てみてください。やっぱりここ結構急務必要なことなんじゃないかと思いますので、このスピリチュアルな観念、スピリチュアルな技法、いろんなテクニックと、あとは自分で仕事をするってことですね。自立するっていうことだけど、そっちの方両方私できるから、発信していきたいと思いますので、よかったら見てみてください。ではでは。